人間を襲って食べて成長するゲーム、恐怖の色、開発進捗動画第8回です。よろしくお願いします。まず、今回動画上げるの遅れました。すいません。実は、作業に葉っぱをかけるために、東京ゲームダンジョン5という展示イベントに応募しまして、事前に提出する PV とキービジュアル作成が佳境で手が回らず。まあそういうことなら仕方ないか。締め切り3日前に旅行行ってたとは言えない。なんでもないです。作った PV の紹介は後日改めてするとして、いつも通り進捗の紹介を。今月は敵に関するイベントシーンを追加したり、エフェクトやサウンドなど細々とした装飾の強化をしてました。装飾周り、今優先的にやってるのは理由があるの？これもさっき言った PV とイベントで出す私有版へ向けての整備ですね。まずは攻撃のエフェクト。攻撃の軌跡を描く、いわゆるトレールエフェクトをつけます。いい感じのアセットがあったので、これを使う。こんな感じ。基本は攻撃判定が有効な時に、プラス演出用に必要に応じてという考えてつけてます。おお、これだけでも一気にゲームっぽさが出るものね。あと、しばらく前に作った3段叩きつける攻撃とか、岩を放り投げる攻撃も少し手を加える。攻撃音も追加して、既存の攻撃モーションはこんな感じになりました。エフェクト周り、作業の間が空くとやり方忘れるので後回しにしてたんですが、やっぱあると全然違うね。もう一つエフェクト関係で追加したのはコンボ入力ガイド用のエフェクト。人間キャラが剣を振ってとかだと、初見のゲームでも次の入力タイミングってなんとなく経験的にわかると思うんですよ。ただ、ショゴスちゃんがうねうねしてるのを見て、いきなりタイミングをつかめというのは無理があるかなと。そのタイミングを視覚的にガイドしようという試みですね。攻撃演出より目立たせるつもりはないので、エフェクトそのものはシンプルに。時間経過で横棒が短くなるので、これを入力の残り時間表示として使います。これを UI として使うために、ナイアガラ UI レンダラーというプラグインを導入します。このプラグインに応じたマテリアルを作ってやって、UI の処理を行うウィジェットブループリントにナイアガラをセット。コンボの入力可能時間を攻撃アニメーション、UI、ナイアガラに渡して、こんな感じになりました。まあ、わかると言えばわかる。タイミングを掴んでしまえばいらないものだし、地味くらいでちょうどいいんじゃないかなと。このあたりのちょうど良さは自分ではわからないので、テストプレイなりを通して掴むしかないですかね。コンボの種類が増えてくれば、もう少し恩恵は見えてくるかな。あとは、戦闘関連でイベントを追加しました。今まで、非武装 NPC の役割は、ショゴスちゃんの餌になることと、小輝度減少イベントを呼ぶための素材でしかなかったんですが、新たな役割を持たせます。餌に素材。というか、小輝度の概念、紹介したの半年前とかだから、もはや忘れられてそうね。重傷になったり、重傷者や死体、捕食シーンなどを目撃することで、NPC は正気を減らしていき、一定値以下になると行動が変わるようになってます。いつも映ってる画面上部の黄色ゲージは、エリア全体の正気度の減り具合を示してるもの。詳しくは、第2回の進捗動画を見てくださいな。で、新たな役割というのが、プレイヤーを目撃した後、一定時間経つと警察に通報して、武装 NPC が増援としてくるというもの。まずは、増援が登場するムービーシーンを作る。通報を受けて、パトカーで警察が登場というものにしたいので、パトカーが走るシーンがメインです。まだ街並みもないのにどうするんだ。これはアイディアがあって、そもそも車を走らせてシーンを撮ろうと思うと、それなりに広めの街並みがすでにできている必要がある。じゃあ走らせなければいいんちゃうか。はあ、まあ見ときなって。まずは、路面のパーツとテクスチャをブレンダーで作ってきました。これを並べる。まあ地味だけど道路ね。見た目を反映しているマテリアルでは、テクスチャとメッシュの UV のどこにどれだけのタイリングで表示するかという処理をしていますが、バナーという関数を使って表示を動かしてやる。そして、路面の上に車を置いてやると、走ってるっぽい。
タイヤが回ってないのは後で何とかするとして、街並みも似た発想で作る。素材はこれとこれ。UE5 には、ビジュアルエフェクトに使うナイアガラというシステムがあるんですが、このナイアガラで、さっきの建物っぽい何かを一定間隔で発生させて、流してやる。これをさっきの路面の奥に設置してやれば。マジか。街並みができたので、パトカーを用意します。ベースはこのアセット。走らせるための処理が実装済みの4種類の車メッシュが入ってます。このセダンをベースに、ブレンダーでカラーリングやらパトランプを作ってこうなる。すっ飛ばしたな。動画長くなってきたので割愛。ムービーシーンにするために、レベルシーケンスで今まで作ったものを配置していきます。実際のマップと、この街もどきが被るとおかしくなるので、上空にスポーンさせる。タイヤの回転アニメーションを再生して、走るシーンが終わったら、実際に造園に行く建物前に警官が駆けつけるようにする。シーンができたので、実際にゲームプレイ上で再生してみよう。なんか大事故になってるが、車の配置が悪くて路面を突き抜けたか？は？意味わからん。原因がわかった。生きてたか。車を動かすために、ケイオス・ビークルシステムという機能が使われてるんですが、この機能を使うには、車体の物理シミュレーションを常にオンにしておく必要がある。そして、この物理シミュレーションが、再生時に悪さをしてたので、再生中だとオフにする処理を追加したらいけました。このシーンを呼び出すための処理は、ざっくりこんな感じ。プレイヤーを目撃後10秒以上経った非武装 NPC がいれば、ランダムに1人選んで通報させる。そこから、さらに10秒間経ったら通報が通って、さっきのムービーが再生されて警察が現れるという流れです。プレイヤー側は攻撃すれば通報を中断させられるので、もっと小規模が減るまで増援を避けたいなどの場合は、通報 NPC を探す必要があるというイベントです。逆に、肉立てがある程度生き残っている状態で、増援を迎えたければスルーしてもいい。通報間隔とか人数などの難易度調整は後々考えるとして、これで通報イベントは完成です。今回はこんなところで終わりです。お疲れ様。並行して作った PV については、できれば、Steam のストアページ公開とともにお披露目したいので、その辺の準備が早めにできれば、そのタイミングで公開します。あとは、イベントに向けて私有版をなんとか4月中に形にする。本当にいけるのか。きっとなんとかなる。ではでは、良ければまた次回も見てやってください。最後までご視聴ありがとうございます。